マホナコ研究所の磯間です。今回はベムラムのジャンレをですね、ちょっとお借りしたので、僕自身ジャンレね、弾いたことはあるんですけど、自分の環境で弾くのは初めてなんで、お気に入りのね、例えば今見切れている、同じくティミー系、ジャンレとかもね、ポール・コグレイのティミーというのがベースになっているので、このティミー系のキングトーンギターのね、ブルースパワーとか、あと、この映ってるのは中華製のペダル、ちょっと近断の比較をしてみようかなと。最後までご覧になってみてください。とりあえずですね、ベムラムというとやっぱりこの筐体が独特っすよね。でこの筐体のサウンドってあるような気がしてるので、とりあえずバイパス音比べてみたいと思います。ベムラム、これ僕の感じ方なんですけど、ロゴの出方とハイの出方って結構特徴的だと思ってて、ハイはね、どこかね、高い部分が出てるような気がするんですよね。で、あと、ちょっとね、なんかちょっとつるんとしたっていうか、なんか包み込むような音かな。バイパス音の時からしてる気はしますね。で、この中華製の分はめっちゃ安いんですけど、バイパス音はね、意外とちゃんとしてるというか、変に変わったりしないんですよね。なので、それもね、おそらくそういう違いあるんじゃないかなと思ってたんですけど、こう比べてみてもね、それは感じます。とりあえず、ユニティかどうかチェックしていきたいと思います。今ベムラムトレブル上げてるんですけど、広域のチリチリした部分っていうかな、出てる気はするんですけど、これね、トレブルちょっとだけカットしてみます。これで原因今0なんですけど、これ少しは両方ともね上げていこうと思います。中華製の分がもしね、仮にこのジャンルと同じようなモデルですっていう風になるとやっぱ違いますよね。この中華製のやつの方がなんかちょっと音がすっきりしてるんかな、クリアというか。ベムラムの方はやっぱゲイン上げていくとコンプレッション感で、これ上にトリマーついてて、この設定にもよるので何とも言えないんですけど、今ね多分ね12時ぐらいに回してみたらね真ん中やと思うんですけど、でもなんかこういう感じでちょっとゲイン上げていくとコンプレッション感みたいに出てきますよね。なんか比較するの良くないな。これはこれで僕結構いいと思ってて、やっぱ比べると違うから、例えばジャンレを安く買えますっていうのはやっぱよう言えないし、でやっぱジャンレの方がやっぱ立体感的なものはある気はするかな。これちょっと比較してもあれやな。もう別物だけど、個人的にはこの中華製の青いやつはやっぱ好きかな。意外と悪くない気はしてる。でちょっとブルースパワー、これ僕ずっと愛用してるやつなんですけど、で同じくティミー系というねくくりだとして、ちょっと比べてみようかな。ちょっとだけバイパス音比べてみようかな。
ブルースパワーだったらあんま変わらんすよね。ジャンレイの場合やったら僕はやっぱ変わって聞こえるな。なんか独特の音がするっすね、やっぱジャンレイ。この癖感っていうのはやっぱ他のモデル弾いても僕ちょっと感じてたんすけど、なんか今こうやって比べてみてやっぱある気する。ちょっとこれで弦上げていきます。やっぱブルースパワーも割とちょっとスッキリはしてるんですよね。ちょっとこう這い上がりというか攻撃がね立つような音はしてはくるんですけども、ただクリアな感じがやっぱあるんですよね、ブルースパワーで。僕多分好み的にさっきの中華製のあやつもそうなんですけど、こっち系の音が僕は好きなんですよ、きっと。バイパスサウンドからオンにした時にね、こう変に色付け感がやっぱないんですよね。なんでブルースパワー僕好きなんですけど、そこがジャンレイの場合だとちょっとねキャラがあるというか、今ギターボリューム絞った状態ですね。これもブルースパワー。ね、なんかちょっとジャンレイって癖あるじゃないですか、キャラがあるというか。で、ここを、好まれるか好まれないかってとこですね。僕はもう好き嫌いで言うとブルースパワーの方がなんか自然な感じがするんですよね。でおそらくジャンレイってなんか繋いだフェンダー部の音がするみたいなコンセプトじゃないですか。やっぱキャラがあるっすよね。ゲインマックスはどうなんねやろ。音めっちゃでかなったりするのかな。ギターボリューム絞ってみます。そうか、今これ真ん中のモデルもこっちにしたらもっと攻撃出るんだよね、ブルースパワー。ブルースパワーは今原因だいたいね1時ぐらいですね。全然違って当たり前なんですけど、キャラがありますよね。やっぱこう弾いてて思うのが。てかジャンレイみんなどんなセッティングするんだろう。結構ローゲインにするのかな。そうそう、トレブルベースね。これちょっと触ってみようかな。ティミーだとね、ゲインとトレブルこう右回し失敗しててもゲインゼロだったらね割とこうユニティっぽい感じになるんですよ。ですけどジャンレはそうじゃないんですよね。割とロー側がムチっとなるというか。やっぱ独特なローとハイの出方しますよね。ブルースパワーはね基本12時ぐらいの位置でいいのであれなんですけど、やっぱこう比べてもジャンレイの音っていうか、ベムラムの音っつっていいんかなしますよね。どの辺で使うかな。この広域の邪気っていうか砂利っていう出方がやっぱ独特っすよね。
ブルースパイで割とすっきりしてるんですよね、グラスモードやと。真ん中のモードの方がジャンレイとかにはちょっと近いかも。なんか似たような雰囲気になりますよね。ただやっぱね、ジャンレイの方がプレゼンスかな、そっちの部分よりのサウンドがこうちょっとねピーク出るかなっていう気はやっぱするかな。でまあ逆にキャラがあるからこれつなぐとこの音になって、まあそのいろんなね、例えばスタジオとかライブハウスでもいいんですけど、アンプで弾いたらなんかそれがこう落としどころついて鳴らしやすいとか、そんなのがやっぱあるんかなと思ってたんですけど、まあそういうのはもしかしたらあるんかなっていう気はしましたね。こういうキャラがつくペダルって別に嫌いではないんですよ。それこそアンプ問わず使える可能性があるし、ただまあこのブルースパワーみたいな感じで色付けすることもできるし、色付けしないこともできるみたいないう方がね、アンプでせっかく音作りしてたら踏むことによって音変わっちゃうのが嫌な時あったりとかするんで、まあ昔はそんなことなかったんですけどね、まあ、ここ数年というか最近はなるべく音が変わらないポイントも作れた方が結果として幅広く使えるとは思ってて、まあ、そういった意味ですとね、まあ、例えばこのね今弾いてるジャンレイとブルースパワーやったら僕はブルースパワーやっぱ選ぶかな。ぶっちゃけで言うとなんかその悪いもんじゃないけど、やっぱりそういうね何か気になっちゃう部分は出てくるんだなっていうのは思いました。はい、という感じでジャンレイですね弾いてみましたけど、やっぱりジャンレイというかベムラムのねペダルはベムラムのキャラがあるんだな、理解できました。貸してもらってよかったですね。やっぱ試してみないとわからんと、自分の環境でそれもね改めて感じたところです。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた。